はい、皆さんこんばんは。前回は、こんな2つのリングが交差しているオブジェを作って、このリングが、こんな感じで外せるかという問題でしたが、これは驚くべきことに外すことができました。これについてはですね、前回の動画を見てください。さて今回ですが、こんなですね、また2つの輪っかがあるオブジェを作って、この輪っかをこんな感じでですね、金属のリングで留めてしまいます。これをですね、切らないで、はい、外せるかという問題です。まずはですね、この話をする前に前回の復習をしたいと思います。ここにですね、このような弾力性のあるゴム割りのような物体があります。この物体ですね、このように手で掴んで、ぐにゃーっと伸ばすことができます。前回の動画はですね、この後いろいろなパフォーマンスが続くんですが、今回は復習なのでこの辺までにして、この物体を作っている自由に伸び縮みができる、ゴムのような粘土のような素材を、桃色スーパーゴム粘土と呼びました。そしてですね、これを使っていろいろなものを作ってみたんですが、今回も作ってみます。今回作ったのは、これです。ハンマー、コーヒーカップ、パンツです。これらはですね、すべてこのように桃色スーパーゴム粘土でできています。これらをですね、できる限り単純な形に変形させると、はい、それぞれですね、このような図形になりました。さらにですね、このようにスプーン、フォーク、マスク、スカートですね。例えばこのようなものは、それぞれですね、このような図形に変形されます。そして、この変形された単純な図形に基づいてグループ分けすると、はい、このようになります。このグループ分けの方法は、数学の一分野であるトポロジーという幾何学による方法でした。よくあるですね、このような学校の教科書で習う立体図形ですが、これらの図形は、すべてですね、このように変形させると球体になりますので、これらはですね、ここのグループに入ります。トポロジーではですね、これらの立体図形すべて同じになっちゃいます。この図形の分類方法、つまりグループ分けの方法は、角度とか大きさは、全く関係ありません。図形をですね、トポロジーで分類すると、こんな風になります。トポロジーは、このように図形の大きさや角度などをですね、無視したより根源的で、より本質的な図形の持つ性質を研究する幾何学です。この辺までが前回の復習なんですが、前回の動画ではもっと細かく説明していますので、ぜひご覧ください。この学校では習わない奇妙な数学トポロジーは、その誕生の経緯が面白いです。トポロジーは比較的歴史の浅い若い分野で、18世紀から誕生して今日にまで至ります。1735年にプロイセンの数学者、カール・ゴットリーブ・エーラー、この人ですね。この人ですね、その後、プロイセンのダンツヒの市長になります。その彼が、ある川とその中州にかかる7つの橋をめぐる、徒歩の観光ツアーを企画したんですが、このことがですね、その後のトポロジーにつながっていきます。はい、ヨーロッパの地図です。そして当時のですね、プロイセン王国は、こんな感じになっています。拡大します。はい、これですね。これが当時のプロイセン王国の領土で、プロイセンとはですね、実は、この辺の、地域を言います。プロイセン王国、プロイセン公国、さらにはプロシアなどですね、いろいろこの辺ややこしいので、詳細は省きますが、実はですね、今回この地図を作るのも、かなり大変でした。ヨーロッパの国境は、頻繁に変わって国名もしょっちゅう変わるので、非常に大変です。私がですね、
小学生だか、中学校の時ですね、国語の授業で最後の授業というですね、小説を読んだ覚えがありますが、確かこの話はですね、このドイツとフランスの国境地帯、アルザツ地方の話だったと思いますが、ちょうどですね、不仏戦争で負けた当時のフランスが舞台で、明日からですね、この地域で使用する言語がドイツ語になるという状況だったと思います。この小説のですね、主人公の少年の学校の先生が、今日はフランス語で最後の授業になります。と言ってですね、黒板にフランス万歳と書いたのを覚えています。ただですね、ここはですね、この地域、今ですね、フランスの領土になっていますので、ドイツ側からするとですね、また見方は変わるのではないかと思います。話を戻しまして、今回の問題はですね、この町になります。ここにあるですね、ケーニヒスベルグという都市に、問題の徒歩観光ツアーの7つの橋があります。ケーニヒスベルグはですね、プロイセン王国の誕生した1701年から1709年までですね、プロイセン王国の首都でした。ですのでですね、ここはですね、かなり発展した町であったと考えられますが、その後ですね、首都は現在のこのベルリンに移っています。現在のですね、このケーニヒスベルグを Google マップで見てみましょう。はい、Google マップです。ここがケーニヒスベルグですが、実はですね、ここ現在はロシア領となっておりまして、名前もですね、ケーニヒスベルグではなくて、カリーニングラードという名前になっています。はい。ここの青いところですね。この青いところがですね、今ロシア領の、カリーニングラード州、ということになっていまして、ここがですね、カリーニングラードです。千葉県の千葉市みたいな感じだと思います。これですね、周辺の国を見るとわかるんですが、ここポーランド、ベラルーシ、リトアニアですね。そしてロシア本国はこっちになります。つまりですね、ここ今飛び地になってるんですね。なんでこんなことになってしまったのかというとですね、いろいろ複雑な歴史があります。プロイセン王国の後ですね、ここはですね、一時期、ドイツの飛び地になっていたんですが、第二次世界大戦中の1945年、ドイツの敗戦のですね、ちょっと前にですね、ここは当時のですね、ソ連に侵攻されてしまいました。つまり取られちゃったわけなんですが、それで戦後はですね、ソ連の領土になりました。当時ですね、ここに住んでいたドイツ人はね、その頃、かなりひどい目にあったそうです。その後ですね、日本も同じようなことが起こったことは皆さんもご存知だと思いますが、北海道はですね、守ったので本当に良かったと思います。私はですね、北海道が大好きで、よく旅行にも行くんですが、北海道にですね、行くたびにですね、ここが日本で良かったなと思います。話を戻して、それでですね、ここはソ連の領土になったわけですが、もちろんですね、ソ連時代はですね、ここみんなソ連ですので、飛び地ではなかったんですが、1991年にこのソ連がですね、崩壊すると周辺諸国は独立しました。しかしですね、ここはロシアに引き継がれましたので、現在飛び地になっています。歴史の話はですね、ちょっと長くなりましたので、数学に戻りたいと思います。はい、それではですね、ケーニヒスベルグ、現在のですね、カリーニングラードの散歩旅行ツアーの場所を見てみましょう。ちょっと拡大します。この赤枠ですね。この赤枠が当時散歩ツアーが企画された場所です。ここにですね、ケーニヒスベルグ大聖堂というですね、ものがあって、これ昔の名前が残ってます。真ん中にですね、このブレゴリア川というのが流れています。もちろんですね、当時ここドイツ人の町でしたので、以前はですね、この川、ドイツ語でブレーゲル川と呼ばれていました。現在はですね、このように橋が1、2、3、4、5、5つの橋がですね、かかっています。はい、こんな感じですね。見やすくなりました。さらにですね、こことここにですね、2つの橋が、昔はですね、かかっていました。はい、こんな感じですね。この2つの橋。今はありませんが、昔はありました。
第二次世界大戦の時にですね、連合軍による爆撃でですね、この町は、ほとんど焼けてしまったそうですが、もしかしたら、この橋もですね、その時に落ちてしまったのかもしれません。ただしですね、これまだ未確認です。はい、このようにですね、この7つの橋をですね、渡る散歩ツアーが、当時エーラーさんによって企画されました。はい、次はですね、当時、この辺のですね、様子を描いた分かりやすい挿絵がありますので、それを見てみましょう。はい、これがそうです。ちょっと分かりづらいので、橋と川に色を塗ってみます。はい、見やすくなりました。これですね、川ちゃんと流れてます。はい。これ作るの、結構大変でした。エーラーさんはですね、この橋をめぐる、徒歩ツアーを企画したのですが、おそらくですね、ちょっと凝っちゃったんでしょうね。橋をですね、重複しないで渡るようなコースにしたかったそうです。確かにですね、何度も何度も同じ橋を渡るコースだと、ちょっと微妙かもしれません。そこで彼はいろいろ考えたのですが、どうもうまくいきませんでした。そもそもですね、そのようなコースはあるのでしょうか。実はですね、これ結論から言いますと、そういうコースはないということが、論理的にわかります。なんとか重複したいコースを探したいエーラーさんはですね、同じ年の1735年の3月に、ロシアのサンクトペテルブルクにいた、スイスのあの有名な数学者、オイラーに、助言を求める手紙を送りました。こちらですね、先ほども出てきたエーラーさんです。こちらが天才、オイラーです。はい、当時ですね、エーラーは50歳、オイラーは28歳でした。ちょっとですね、これ28歳にしては老けてますので、ちょっと若返らせましょう。はい、これで28歳です。精悍な顔つきになりました。それではですね、ちょっとヨーロッパの地図に戻って、はい。ここがですね、ツアーの場所、ケーニヒスベルグです。この時ですね、オイラーがいたサンクトペテルブルグは、ここになります。ちょっとですね、距離感がつかめませんので、日本地図を表示させると、こんな感じになります。遠いですね。これですね、おそらく青森から山口県ぐらいあると思います。本州の端から端まで行ったぐらいの距離だと思います。手紙はですね、当時どのくらいで着いたのかちょっとわかりませんが、とにかくですね、よくちゃんと届いたと思います。ちなみにですね、今私が住んでいる、某東南アジアの国にですね、書き留めなしで手紙や小包を出してもほとんど届きません。はい、話を戻します。それではですね、二人の手紙での会話を現代風に再現してみましょう。まずはエーラー。ケーニヒスベルグの7つの橋を通る徒歩ツアーをやりたいと思ってるんだけども、参加者を飽きさせないようにしたいんだよな。それでさ、どの橋も1回だけ渡るツアーコースを組みたいと思ってるんだけども、これね、見つかんないんだよな。それでさ、オイラーさん、ちょっと助けてくんない？オイラー。なんだそれ、数学と関係ないじゃん。俺の仕事と関係ないんじゃね？ツアー会社とか他当たってくんない？エーラー。そう、冷たいこと言うなよ。あんたのような天才でこそ解決できる重要な問題だと思うぜ。と同時にエーラーは、この問題は当時、ライプニッツとボルフが提案している位置解析という数学分野に関連しているとオイラーに伝えました。オイラー。でもライプニッツの位置解析とか知らないな。エーラー。とにかくさ、君のような天才にふさわしい問題だよ、これは。とかなんとか言ってですね、結局エーラーにおだてられて、知的好奇心をくすぐられたオイラーは、うまく乗せられました。オイラーはですね、その後、このケーニヒスベルグの問題を見事に解決するわけですが、見事にですね、解決といっても、重複しないコースを見つけたわけではなくて、これがですね、存在しないことを示しました。エーラーにとってはですね、これで解決したわけではないと思いますが、実はですね、後で説明するように、ちょっとした工夫でこのコースを作れることができます。さて、オイラーが示した回答ですが、まずはですね、先ほどの絵に戻ります。
はい、先ほどの絵に戻りました。わかりやすいようにですね、川と中州、橋だけの図にしてみます。はい、こうです。こうですね。さらに簡略化して、はい、こんな感じになりました。ちなみにですね、これはですね、実際にオイラーが提出した論文に入っている挿絵です。戻します。オイラーはですね、この問題の回答を次のように答えました。奇数本の橋がかかっているエリアが0または2つの場合には重複しない純度がある。ちょっとですね、わかりづらいかもしれませんので、もっと簡単に説明します。まずですね、各エリアに点を打ちます。はい、このようにですね、川でですね、境されているエリアにこのように点を打ちます。それで各点に ABCD ととします。その後ですね、この各点をですね、橋を経由してつなぎます。はい、こうなります。ということでですね、こんなような図ができます。そしてですね、今回のこの問題はですね、この図で、一筆書きができるかできないかという問題と同じになります。つまりですね、オイラーは一筆書きの原理を、解明したんですね。そこでですね、オイラーが示した一筆書きができるかの判定を、より簡単に書くとこうなります。一筆書きができる条件。奇数本の線が出ている交差点の数が0または2。はい、簡単ですね。実に簡単だと思います。つまりですね、奇数本の線が出ている交差点を数えて、それが全くないか、もしくは2つの場合は、一筆書きができるということです。例えばですね、この問題。この場合はですね、ここ3つですね。ここ3つ、ここ3つ、ここ5つ。ですので、奇数本の線が出ている点は、合計でこれ全部4つになります。こうですね。ここ3つ、3つ、3つ。そしてここが5つ。ですので、これはですね、できません。ただしですね、ここにですね、橋を設けるとですね、実はできちゃうんですね。はい、こうなります。この場合ですね、ここ4つ、4つ、ここ3つ、5つで、奇数本の線が出る交差点はこの A と D の2つになります。こうですね。この2つになりますので、この場合はですね、できます。やってみましょう。はい、できました。ですので、エーラーはですね、途方ツアーとして、ここにですね、こうですね、ここにですね、橋、橋ではちょっと大変かもしれませんので、ボートとか置けばですね、重複しないコースができたはずです。実際ですね、その後エーラーがどのような徒歩コースを作ったのかどうかは、ちょっとわかりません。それでは実際に一筆書きができるか例を使って判定してみましょう。最初はこの漢字の比です。まずはですね、同じ太さにします。そして、交差点に点を打ちます。ここですね、ここは交差点ではありませんので点は打ちません。こんな感じのですね、曲線でも同じです。はい、戻します。ですね、ここの交差点はですね、このように3本の線が出ています。ここも同じく3本の線が出ています。ですので、奇数の点は、2つしかありませんので、これはできます。はい、できました。次はですね、漢字の門です。はい、門のですね、こっち側ですね。はい、同じ太さにします。交差点に点を打ちます。こうですね。まずここはですね、ここの交差点は3本の線が出ています。ここは3本ですね。ここも3本の線が出ていて、ここは1本です。ということで、奇数の線が出ている交差点はこのように4つありますので、これはできません。はい、次はですね、漢字の中。はい、同じ太さにします。それで、交差点に点を打って、これはですね、1本ですね。これは4本。この交差点は4本出ていて、これは1本です。ですので、奇数の線が出ている交差点はこの2箇所になりますので、これはできます。はい、できました。次は漢字の他です。
同じ太さにして、交差点に点を打ちます。ここはですね、すべて3本ですね。真ん中、これはですね、4本が出ています。ですので、奇数の線が出ている交差点はこの4箇所になって、これはできません。はい、次はですね、車のロゴマークでやってみましょう。最初はトヨタです。世界のトヨタです。ロゴマークここにありますね。はい、これを拡大して、はい、こうなります。このロゴをこのようにしまして、同じ太さにします。ですね、ここちょっとくっついてるのかどうかちょっとわからなかったんですけども、どうやら正式なロゴはここは外れてるみたいです。交差点にまず点を打ちます。こことここはですね、3本の線が出ています。それで、ここはですね、4本、ここが4本で、つまりですね、奇数の線が出ている交差点は、ここの2箇所だけになりますので、これはできます。それではやってみましょう。はい、できました。次はですね、ドイツ車のアウディですね。ここに、ロゴがあります。拡大して、はい、こんな感じにして、同じ太さにして、交差点に点を打ちます。これですね、すべての交差点はですね、4本の線が出ています。ですので、これはできます。はい、できました。次はですね、ホンダです。これも世界のホンダです。ちなみにですね、私の住むベトナムでは、ホンダはですね、バイクを意味します。例えばですね、どっか遊びに行こうよ。何で行く？そうだな、ホンダで行こうか。この会話の最後の意味はですね、バイクで行こうかということになります。はい、それではですね、ホンダのロゴ、ここにあります。これを拡大して、こんな感じにして、同じ太さにして、交差点に点を打ちます。はい、これですね。はい、このようにすべての交差点から3本の線が出ています。これ全部奇数ですね。はい、ということでこれはできません。はい、次はドイツ車のフォルクスワーゲンです。フォルクスワーゲンと言いますと、その昔、私が子供の頃なので、おそらく1970年代後半だと思いますが、当時はですね、このフォルクスワーゲンは日本中を走っていたんですが、最近あまり見かけなくなりました。実はですね、こういうタイプの車じゃなくて、こんな感じですね、こんな車がいっぱい走ってました。その頃ですね、子供たちの間で、1日でフォルクスワーゲンを5台見るといいことがあるとかですね、赤いフォルクスワーゲンを見るといいことがある、とかですね、言われていましたが、まあ今思うとですね、この車の名前はフォルクスワーゲンではなくて、フォルクスワーゲン製のビートルが正解です。まあおそらくですね、この勘違いは私だけでなく、ほとんどの子供がそう思っていたと思います。私はですね、この都市伝説を本気で信じていまして、この車を見るとですね、かなり嬉しかった思い出があります。ですね、他にもですね、フォルクスワーゲン伝説だけでなく、口裂け女とかですね、砂かけババアとか、なんかよくわからない、都市伝説が子供たちの間で流行っていましたが、まあですね、私も含めて子供たちは本気で信じていました。口先女にですね、あったら、ポマードというとですね、この口先女は逃げていくというので、私はですね、一生懸命このポマードという単語をですね、復唱して覚えたんですが、何せですね、このポマードって一体何だかわからなくて、非常にですね、暗記するのが大変でした。まあ、幸いにもですね、このポマードという言葉を使うことは、結局ありませんでした。子供ってですね、すぐ信じちゃうんですが、忘れるのもですね、ものすごく早くて、これらの都市伝説が廃れるのもすごく早かったと思います。話に戻します。このですね、フォルクスワーゲン、ここにですね、ロゴがあります。このロゴを拡大して、はい、こんな感じにして、同じ太さの線にして、交差点に点を打ちます。
そうしますとですね、これ、すべて3本の線が出ている交差点です。はい、全部奇数ですので、これはできません。さてですね、ここでクイズになります。はい、これですね、オリンピックのマークですが、これは一筆書きができるでしょうか？はい、一時停止して考えてください。はい、これですね、このように交差点がたくさんありますが、これですね、すべて4つの線が出ている交差点になります。というので、奇数はありませんので、これはできます。なんでこういう判定ができるのかというと、これはですね、実は簡単です。実際に何か一筆書きで書いてみて、確かめてみると簡単にわかります。まずはですね、このようにスタート地点を適当に決めて、何か適当に書いてみます。何でもいいです。はい、ゴール。この場合ですね、スタート地点とゴール地点はですね、1本しか線が出てませんので、奇数になります。交差点とですね、呼ぶにはちょっと微妙なんですが、交差点と今回は呼びます。次にですね、それ以外の交差点はどうでしょう？はい、この範囲です。実はですね、これが一筆書きのミソなんですが、スタート地点とゴール地点以外の交差点はですね、すべて偶数になります。これはですね、どのような線を描こうが、同じです。ちょっとですね、違う線を描いてみましょう。はい、スタート地点は同じにして、こんな線を描いてみます。はい、もちろんですね、スタート地点とゴール地点は1本しか線が出てませんので、奇数になります。それでですね、他の交差点、この範囲ですね、ここは、必ず偶数になります。もう一回ですね、違う線を描いてみましょう。スタート地点は同じにして、適当に書いてみます。はい。もちろんですね、スタート地点とゴール地点は1本しか線が出てませんので、奇数になります。他の交差点ですね、この範囲。これはですね、やはり偶数になります。これはですね、考えてみれば当たり前なんですが、スタート地点とゴール地点以外の交差点は、必ずですね、線が入ると出ます。線がこのように入ると必ず出ます。ですので、その本数はですね、必ず2の倍数になり、つまり偶数になります。スタート地点とゴール地点以外のですね、交差点は偶数になる。これがですね、一筆書きのミソです。一方ですね、スタート地点とゴール地点ですが、ある例外を除いて必ず奇数になります。例えばですね、このゴール地点、ちょっと移動してみます。はい、ここに移動しました。このようにですね、途中の線に移動した場合は必ず3になって奇数になります。またですね、例えば他の交差点にですね、このように移動してみます。この場合もですね、必ず奇数になります。これはですね、他の交差点がですね、偶数ですので、必ず奇数になります。スタート地点も同じです。はい、このスタート地点を、ちょっと移動してみましょう。はい。ここの交差点に移動しました。この場合もですね、必ず、奇数になります。はい、ちょっとまた違うところに移動して、はい、このように途中の線に移動した場合は3になって、この場合も奇数になります。つまりですね、ある例外を除いて必ずスタート地点とゴール地点は奇数になり、それ以外の点は、必ず偶数になります。それでですね、その例外なんですが、ここでちょっと一旦元に戻して、その例外はですね、スタート地点とゴール地点がこのように同じ場合です。この場合はですね、奇数の交差点はなくなり、すべての交差点が偶数になります。たまにですね、一筆書きのパズルゲームを見かけますが、この手のゲームでは、スタート地点は必ず奇数の線が出ている交差点から始める必要があることがわかります。それではですね、歴史の話に戻ります。オイラーとエイラーのこの二人のやりとりの後、オイラーはですね、この一筆書きの問題から着想を得て、翌年の1736年にある論文を発表しました。この論文がですね、後の新しい数学分野であるトポロジーやグラフ理論に広がっていきます。
この論文ですが、題名はラテン語です。Google でですね、日本語翻訳してみたんですが、ちょっと意味はわかりませんでした。早川文庫のポアンカレ予想という本では、位置の幾何学に関する位置問題の解放と訳されていました。この後ですね、グラフ理論について説明しようと思っていましたが、かなり時間がかかってしまいましたので、グラフ理論についてはまたの機会にして、この動画の冒頭に出た、問題の答えを見てみたいと思います。はい、これです。伸び縮み自由自在の桃色の素材で、こんなオブジェを作ります。そして、この金属製のリングで2つの輪っかをこんな風に留めてしまいます。別にですね、これ金属製でなくてもいいです。さて、これが、こんな風に外れるでしょうかという問題ですが、もちろんですね、これ切ったり貼ったりつなげたりはしてはいけません。はい、これができるのかどうか見てみましょう。はい、変形スタート。はい、外れました。意外と簡単に外れます。作った私本人でさえなんか不思議なので何度も見てしまいました。なんかどっかで騙されているような気分にもなります。これで今夜の話は終わりです。おやすみなさい。